Today's title is The Lockdown is the Sanctuary Duration. Here we go. Hi, this is Yasuyo. I'm a life soul designer. Today's topic is 緊急事態は聖なる期間です。ちゅこちゃんお願いします。はい、お願いします。はい。日本はですね、ただいまゴールデンウィークというお休み祭日が、今ちょうどまさにその期間なんですけど、緊急事態宣言が、一部出てるのであまり出歩かないようにという流れになっていますが、世界ではゴールデンウィークってないよね、別にね。そうないです。昭和の日とかですよね。だってお休みね。あ、そっか、そっか。なのででも今回日本は出ないようにって言われててもちょっと出てる人の方が多いかなっていう感じはしてるんですが、世界的には海外はニュースでしか見ることができないんですけど、皆さんどのように過ごされてるんですかね。どうですかね。今日はね、そのロックダウン、今世界的に、ロックダウンっていう形を取らざるを得ないような流れに来てるんですけど、こういう時ってどう捉えるかっていうのを前もちょっと話したと思うんだけど、この時本当にこう自分の内なるホームというか、その自分の中の聖なる場所をもう一度クリエーションしていく、作り直していくというか、どうしたいんだっけ私はみたいな、そこにもう一度こうガーデンを作るみたいな感じかな。なんかこうガーデニングっていうか、自分の庭とか自分の家とかってどういうふうにこう作り上げていくと自分の理想のビジョンをクリエイトできるのかなっていうのは皆さん考えたりしますかね。その外側の話じゃなくて今内側の話になってきてるんだけど、で今までは、特に私たち本当にこう忙しかったからずっと、だから外の期待に応えるっていうか、外側の出来事に反応して外側の物事を、動かしていく、なんかこうモチベーション的な動きというか行動で、この人生を動かしてきたけど、この今の時間っていうのはその動かし方をね変えていくっていう感じにできるといいなと思ってるんですね。でこう行動じゃなくて内側のそのインスピレーションの方に戻っていくっていう言い方をすればいいのかな。行動はモチベーションでこう動いていくじゃないですか。でもインスピレーションは自分の内なる世界をこう育んでいくっていう意味合いで、そのインスピレーションを直感を使っていくっていうやり方をなんかこの状態だったらやっとできるっていう、なんかそんな風に感じてるんですけど、チョコちゃんどう思います？そうですね。外側に影響力を、受けにくい環境ですよね、今ね。そうですよね。お家にいてくださいっていうわけですから、なんとなくこう外に出かけるところがない暇な人っていたくないみたいな感じで外に行ってた部分もあったんですけど、もう堂々とね、お家にいる方がいいんだっていう、その内向性、自分の中、みんな外向性と内向性あると思うんですけど、外向性をなんかより使っ
っているっていう感じがしますね。内向性。そうですよね。その今純子ちゃんが言ってくれた通り、なんかこう動いてないといけない気がするっていう感じにとらわれてきたところがあるかもしれないんですよね。なんかこう集まってる場所に行かなくちゃとか、予定たくさん入れなくちゃとか、一生懸命働いてないといけないとか、ぼーっとするのを良しとされてなかったというか、ぼーっとするのは時間の無駄だし、計画を立てて今日はこれしてこれしてこれをクリエイトしてみたいな感じで、とにかく無駄な時間を作ってはならないみたいな感じの流れになってきた、今までねずっとなってたと思うんだけど、この自分の内側のクリエーション、自分の聖なる期間をもう一度見直していくっていうのは、この世界が、このなんて言えばいいんだろう、この全て宇宙と言えばいいのかな、この全てがエネルギーでできてるっていうふうに考えたときに、自分の内なる領域が外にエネルギーとして反射してるっていうか反映してるっていうふうに捉えることができるようになるとするならば、本当の意味で自分の人生をこう再創造していくチャンスが今来てるっていうふうに私は見てるんですけど、どうなんだろうな、聞いてくれてる人は。やっぱこうよくほら現実的に無理ですよとか、現実的に難しいですっていうフレーズって使われることが多いと思うんですけど、どっちが現実なんだろうって考えたときに、自分の内側で普段クリエーションしてることが外に出るか、だから自分の内側が現実なのか、それとも外に起こってる現実にこう一喜一憂っていうか、自分がそれにこう反応して生きること、外が現実です、それをこううまく生きるように自分を動かすみたいな、そっちの方がリアルなのか、これって今だったら純子ちゃんどう思います？そっちの方がリアリティでも強いよね。そうですね。外で起こってるさまざまな出来事がリアリティで、自分はそれにこうそれを自分の内側を変えることで外も変えることができるとはなかなか思えないと思うんですよね。だけど本当のそのエネルギー、この世界はエネルギーでできているっていうふうにもしこの期間中捉えることができるとするならば、自分の内なる聖なる期間を先に、この時間が今たっぷりある中で誰にも邪魔されず自分の世界をこう素敵なガーデンにしていくっていうことはものすごいやるにはふさわしい時期なんじゃないかなと思うんだけど、でもやっぱ外に反応しちゃうとさ、自分は家の中で何もしてなくてもその意識は外に向いてるから、ずっと不安の中で家の中にいるみたいな感じになっちゃうんだよね。家の中にいる理由が怖いからとか、危ないからとかさ、もしくはなんか仕事なくなっちゃったとか、何も自分が今何ができるかわからないとか、そのアクションを見失っているから家の中に閉じこもってるっていう人もいると思うんだけど、そうではなくて、自分の内側は誰にも邪魔されないわけだから、そこの領域を育てていくっていうこの期間、ロックダウンの期間にやっていていただけたらいいなと思うんだけど、
うん。どうでしょうかね。具体的にじゃあどうやって、そうそう、具体的にどうやるんだろうと思うんですけど、なんかいろんな感情が湧いてくるんですよね。うん。まずなんか嬉しいとか楽しいとかうん。もあるけど、イライラするとうん。か、なんうん。かうん。うん。怒りみたいなこととかね。はい。普段生活しててもそういう感情ってあるんでうん。すけど、うん。うん。一人でいるっていうか、ちょっと社会と距離があるっていうか、うん。そんなに外に出歩かなくても同じよううん。にあるんですね。はい。うん。で、そそれは、の内側をだ、育てるっていうのは、うん。それ、なんかから反応しうん。て感じているように感じてたけど、うん。今はそれをどういう風に扱ったらいいのかなっていうのがちょっとあるんですけどね。ああ、結局、外が自分をこうざわつかせてるような気がしてたけど、うん。誰もざわつかせないにもかかわらず、うん。自分で自分をざわつかせてるってことに気づき始めたってことだよね。誰もではないですけどね、なんかオンラうんインで誰かとうん話したりとうん。か、うん。前ほど直接的に会わないけど、人とのうん。関わりで思ったりすることがやっぱり多いようなはい。気はしますけど、でもようんり一人でうんいる時間が長いので、なんか自分のうん。うん。中から湧いているっていうような感覚はあります。誰かがこうしたから、こううん。反応するのが当たり前みたいな、そういううん。感じ方よりはね。はい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 。まあ結局でも自分の中にある何かしらがそれに反応して、その怒りとか、なんかざわつきみたいなものが湧き上がってくるってことは、その人のその状況、状態に、なんていうのかな、合致しちゃってるってことなんだよね。うん、要するに。うん、うん。だから、自分は誰かにそれをされたからそうなるっていうよりも、自分が自分の中でそういう要素をまだ持っているからそういうことになるんだよねっていうのが、その高い視点から見るとそういうふうになると思うんだけど、うん、あの、私のやり方は、すごいシンプルで、自分が味わいたい感情をこの人生で味わいたいから、その、それを毎日、なんていうのかな。毎日毎日、今日は私はどういう感情を味わいたいかなっていうのを先に決めちゃうんですよ。朝決めうん。るとかそういうことですか？そう、朝。うんうん、うん。起きてすぐ決める。うん、うで、ん、それと違うものが入ってきても、決めたものじゃないから、それを、選ばないっていうか、なんていうの、同意しないから、自分のその決めた中に入り込まないように、自分で、うん、コントロールって言い方はあれだけど、採用しないって感じかな。うん、うん。だから向こうが例えば、わーって言ってきても、自分が味わいたい感情と、それはこう、アラインしてないっていうか、うん、あの、うん、つながってないから、うん、その自分のライン上にそれがないから、それをあまり気にならないっていう言い方の方がいいのかもしれない。うん、うん、うん。うん、なんか、やってんなとか、うん、なんか、文句言ってんなみたいな。うん、うん。だから、自分の領域を自分で大切に育て上げるっていうのは、自分が望んでいるものじゃないものが入ってきたときに、さっとこう、そこに入れないように、こう、避けたり、なんかこう、うまいこと、上に上がったり、なんかそういうことができるんですよ。うーん、うん。うん、そのエネルギーに当たらないようにするっていうふうに言えばいいのかな。うん、うん、うん。通り抜けたり、うん、通り抜けたり、ワープしたり、うん。そんな風にできるようになってくると、自分のその作り上げたい聖なる期間は、誰にも邪魔されることもなく、侵されることもない状態ですくすく育っていくから、結局それをずっとできるようになると、そっち側が、その外側にクリエイトされていくっていう風に、う私の中ん。では捉えてます。なるほどね。うん。うん。やっそてみます。
やってみてほしいです。だから自分が皆さん一人一人が何を感じ、何を味わいたいのかなってまず決める。で、そうじゃないものには反応しない、うまく避ける、通り過ぎるとか、そんな風に自分をね守る。最終的に自分で自分の大切な場所を守れるのって自分しかいないので、それを守り抜いてあげるっていうその思いを大切にしてほしいなと思います。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。Okay, so we provide intuitive consulting content here. If you like it, please click like and subscribe buttons. Also, write down some comments, please. Thank you.